ピーグレコ福本俊介です。アスパラと新玉ねぎの焼きリゾットを紹介していきます。食感を楽しめる焼きリゾットの作り方をご紹介しています。作り方はシンプルですが、焼く前に一手間加えることで格段に美味しく仕上がります。ぜひお試しください。それでは新玉ねぎとグリーンアスパラの焼きリゾット、サフラン風味です。リゾットの肉の出汁の、材料を、説明していきたいと思います。ミネラルウォーター、豚なんですけれども、肩ロース、鶏骨付きもも肉で玉ねぎ。鶏肉を、切っていくんですけれども、この関節があるんですけど、そこに包丁目入れてください。でこういう風に2分割していただけると良いです。ミネラルウォーター、うちではちょっと適当な鍋がなかったのでステンレスのポットを用意したんですけど、ご家庭だとちょっと深鍋みたいなものを用意していただいて、で火つけていきますね。であとはもう入れるだけなんですけど、鶏入れて、で豚肩ロースこのまま丸ごとで玉ねぎ、火加減はもう沸かすのでも強火、全開で大丈夫です。はい。だしなんですけど、もちろん水道水でもいいんですけど、でも水道水とミネラルウォーターどちらが美味しいのできるかって言ったらミネラルウォーターだと思うので、そこはちょっとこだわってミネラルウォーター使っていただいた方がよろしいかと思います。で肉全部入れて、玉ねぎも入れまして、あとは強火で、沸かすんですけれども、アクが出てきますんで、アクをすくっていただいて、すくい終わったら、弱火にしていただいて、1時間コトコト煮込んでいただけると大丈夫です。それでは1時間経過しましたので、肉をだしの中から取り出したいと思います。だしの方なんですけれども、ざるに、濡らした紙ペーパーですね、こちらの方を引いていただいて、でだしの方をこしていきたいと思います。ペーパーあるとやっぱり油とかも全部除去してくれるんで、クリアなだしになりますね。でこちらの方、リゾットの方に使用していきたいと思います。材料のご紹介させていただきます。サフランで無塩バター、オリーブオイル、お米は日本米です。で白ワインでパルメザンチーズ、粉末状のもので新玉ねぎでお肉の出汁ですね、グリーンアスパラ、塩になります。それではリゾットの野菜切っていきたいんですけれども、まず玉ねぎから、新玉ねぎですね。ここの根のある部分は V 字にカットしていただいて、で半分にして、でここちょっと切ってもらって、バターをスライス。リゾット炊いていくときにも玉ねぎはもう溶けてしまうんで、そんなにもう難しくカットしなくて大丈夫です。で続いてアスパラなんですけど、季節柄やっぱもう春のアスパラ皮柔らかいんで、このままもう皮むかずに使いますね。少しこの根っこの部分を少しだけ落としていただければ、このまま使って。で穂先は仕上げにちょっと使いたいので、こういう風に
あとアスパラは、だいたい縦にズバッと切ってもらって、で、あとは小口切りにしていきます。これもだいたいこれぐらいの感じで。それではリゾットの方を炊いていきたいんですけれども、まずはお鍋用意していただいて、火加減なんですけど、新玉ねぎまず炒めるんですけど、この新玉ねぎがちょっと焦げつかない程度に、そんなにもう中火でいいですね。ちょっともう、初めてやってドキドキするわっていうんだったらもう弱火でいいです。そんなに急がなくて大丈夫です。で、オリーブオイル、まず引いてもらって、で、もう玉ねぎ入れちゃいます。で、僕はちょっと慣れてるんで、ちょっと火加減が出ます。で、炒めていくんですけど、で、こういう風に玉ねぎに油がこう全体的に回った感じになったら、あとはお米を入れていきます。で、お米をこう炒めるような感じっていうんですかね。こう油の膜をこうお米にまとわすっていうか、そうするといきなりこう出汁がガッと入っていかないんですよね。こうすることによって綺麗なアルデンテになるので、結構このお米を炒めるっていうポイントは大事だと思います。で、塩入れていきます。これも結構ポイントとして大事で、一番最初にこの塩を入れるっていうので、これもお米に塩味がガッと入るんですよね。後からこう塩してしまっても、お米に全然こう味が入んなくて、なんかこう味が決まってこないっていうか、最初にこういう風に塩を入れてお米をこう炒めてください。で、サフラン。で、続けて白ワイン。これでも白ワインを、これもなんで最初に入れるかっていうと、白ワイン入れる役割っていうのは、この酸味なんですよね、意外と。で、後からチーズとかバターとか入るので、この酸味が、こう、いいバランスをこう保ってくれるっていうか、そういう役割で白ワインを入れてます。で、白ワインがこうお米ギュッと吸ったら、次はだしですね。入れていきます。これもいきなり分量通り、じゃあ最初から全部入れりゃいいじゃんみたいな感じになるんですけど、そうするとなかなかこうお米が炊き上がっていかないんですよね。で、さらにさっき入れた塩がなかなかお米の中に入っていかないので、一番最初のブロードっていうか、すいませんね、ブロードってイタリア語の呼び方なんですけど、肉の出汁はこうお米がちょっと浸るぐらいでこれで十分です。はい、でこれで炊いていきます。で火加減はもうこの時になると上げてください。強火で大丈夫です。沸くまでか。でこういう風に沸いてきたらちょっと火加減弱めます。これぐらいですね。それではお米の方がだいたいアルデンテになってきたので、バターの方入れていきたいと思います。で、こういう風にバターをこうお米に行き渡らせて、ほっとくと鍋にこう焦げついちゃうので、ここになったらもうつきっきりで混ぜながらこう水分を飛ばすような感じにしてください。はい、だいたいこれぐらいですね。こうなったらもう火止めてください。で、パルメザンチーズを入れて、でここでよく混ぜて、でアスパラを入れるんですけど、もう生のままでいいです。なぜかというと焼きリゾットにするんで、また後で加熱するんで、ここで生の状態で大丈夫です。なんかこう早めに入れてこう
やっちゃうともうアスパラの色も変わっちゃうんで、ここはもう生のままこれで十分です。あとはバットに移していきます。こう、なんでバットに移して熱をこう取っていくかっていうと、焼きリゾット焼く場合にまたこれもこのままじゃ焼けないんですよね、柔らかすぎて。一旦こう冷やすことによってお米のでんぷん質がこう固化するっていうか固まってくれるんで、それを利用して焼きリゾットにしていきますね。で、広げて、で、粗熱取れたら冷蔵庫に入れてください。もうこのまま熱いままで入れるとちょっと具合悪いんで。で、粗熱取れて、だいたい4時間ぐらい冷やしてもらうと、ちょうどいい硬さになると思います。それでは4時間経過したリゾットなんですけど、先ほど説明したようにちょっともうもったりとして、いかにも固まってんぜっていう感じなんですけど、これを成形していきたいと思います。ご家庭にある何でもいいんですけど、僕は鍋がちょうど形が良かったんで、これぐらいの、ない場合はもうこういう風にある程度固めて、そのまま焼いてもらってもいいんですけど、仕上がりが綺麗なんで、今回この鍋でラップを引きたいんですけど、軽くちょっと濡らしてもらって、でラップ引くとラップが張り付くんで、形づくときにいちいちラップが上がってこないんで、多分イライラしないと思います。引いてもらって、でリゾット。で形。真ん中から押していくと、だんだん外側にお米が寄っていくんで、真ん中からまず決めていってもらって、あとは縁を押さえ込んでいくように、今度は真ん中に。そうしていくと意外と平らになります。でね、あんまりこれをめちゃくちゃ平らに頑張ってやると、今度焼くときにお米の中に油が入り込んでいかなくて、なかなかこれも焼けなくなるんですよ。ある程度で全然大丈夫です。はい、焼く作業に移っていきたいんですけれども、フッ素加工のフライパン用意していただいて、で油引きます。適量。で、もう火つけてないです。このまま馴染んでいくで、であとはこのリゾットをよっと。火つけてるとラップ溶けちゃうんで、気をつけて。で、ちょっと崩れちゃったので、ちょっと息をして、で、これで火つけてください。最初はもう強火でいいです。で、強火で焼くのもいいんですけど、なかなかこれもチーズだけ焦げちゃって、お米に色がつかないんですよ。だからここは慌てないでじっくり焼いた方の方が仕上がりは綺麗です。で、チリチリ音鳴ってきたら油お米になじましてあげて、で、これぐらい火加減パチ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 音聞いていただいて、こうなってきたら、弱火若干中火に近いぐらいで、穂先ちょっと残したんですけど、これ仮に焼けたとしたら、こういう感じで飾ったら、アスパラ入ってんなみたいな、今日の晩ご飯アスパラかよっていう風な感じになるんで、これは穂先取っといて、ここで焼いていきましょう。焼いていってアスパラの方、焼き上がってきたんで、これはもう最初に飾り色で使いますので、取り出しておきます。リゾットの方もそろそろ良くなってきて、何分やっぱりバター、チーズが入ってるんで、油がちょっと出てくるんですよね。そういう時は、この油、周りにあるやつはこのペーパーで拭き取ってあげてください。油が多すぎると、なかなかこのリゾットがね、水分が抜けていかないっていうか、油でなんていうんですか、緩くなっちゃうっていうか、
この出てくる油はちょっとこまめに取ってあげる。そっちの方がまあ仕上がりもライトに上がりますしね。じゃあそろそろ黄金色になったと思うので、一旦ちょっと、ちらっとこう見てもらって、なかなか黄金色になってきたなと思ったら、ちょっと割れましたけど、これくっつきますし、はい。で、こういう風に綺麗な焼き色、チーズもお米もこう焼けたような感じになると、で、あと、片面なんですけど、もうこんなに焼かなくていいです。ちょっと乾かすような感じになれば大丈夫です。なんかやっぱり両面これぐらいの色になっちゃうと、なんかこう、ちょっと香ばしさが勝っちゃって、せっかくのこの米の甘さだったりとか、その新玉ねぎとかアスパラの甘みがちょっと損なわれるんじゃないかなとか思うので、軽くその乾かすようなイメージで十分だと思う。で、お皿に盛り付けていきたいと思います。このままもうダイレクトにズバッといきます。じゃあいきます。ちょっと形整えてみます。で、仕上げます。で、出来上がります。焼きリゾットの方完成しました。